皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。ついにこの時期がやってまいりました。年に一度のゲームの祭典、東京ゲームショウがもう間もなく開催されようとしております。あと4日もすれば東京ゲームショウ一般デーが開催されますが、皆様準備の方は整っておりますでしょうか。今年は昨年に引き続き出店規模、来場者規模が過去一番となる見込みで、かなり見応え、遊び応えのある内容になっていると思います。そんな中、私、自称東京ゲームショウ推進委員会委員長をやらさせていただいておりまして、会員数はゼロではありますが、そんな私が今回の東京ゲームショウ注目の出展ブースをまとめて紹介したいと思います。チャンネルの性質上、海外勢が多くなることをご了承くださいませ。それでは毎年恒例の東京ゲームショウまとめ、曇りなきまなこで見てまいりましょう。ソーシャルゲームラボ。最初に紹介するタイトルはチェイシングカレイドライダー。ブース1はホール8の C01。 東京ゲームショウ当日の注目イベントは豪華ゲストや公式コスプレイヤーが登場。さらに会場では専用バイクと一緒に写真撮影ができる特設コーナーも設置される予定です。それでは簡単にタイトル概要。チェイシングカレードライダーはテンセント傘下のフィズギリースタジオが開発する近未来と美少女とバイクと恋愛がテーマの新作 RPG。 舞台は現実と意識の海が交差する都市テルミナス。プレイヤーはナビゲーターとして特殊な力を持つ少女たちカレードライダーと出会い、共に事件の真相へ迫ります。戦闘はスピード感のあるアクティブターンバトルスタイルに一斉射撃システムを組み合わせた独自設計。ド派手な必殺技やカットイン演出が加わり、爽快感のあるバトルを楽しめます。さらに恋愛要素も盛り込まれており、親密度を高めることで個別ストーリーや分岐イベントが開放されるのも特徴です。美少女とバイクという斬新な切り口に SF 的な世界観と恋愛要素を融合させたチェイシングカレードライダー。東京ゲームショウ2025での出展はその完成度を体験できる絶好の機会となっています。今回初出展で気合も入っていると思うのでかなり気になりますね。バイクも数種類出展されたら熱いですよね。そこにレイヤーさんも一緒にいるとかなり映えそう。ぜひ興味のある方は立ち寄ってみてください。続いてのタイトルはアズールプロミリア。ブース1はホール7の C02。 東京ゲームショウ当日の注目イベントは来場者特典としてオリジナルショッパーを配布。さらにコスプレイヤーによるフォトセッションも予定されています。東京ゲームショウ特設サイトも公開され、日本では本作初の私有体験が可能となります。これは熱い。それではタイトルの概要。アズールプロミリアまんじゅうゲームスが手掛ける新作ファンタジー RPG。精霊規模と共存し、絆を深めながら冒険を進める独自のシステムが特徴です。編成は3キャラ3規模で協力感あふれるパーティーバトルを展開。リアルタイムアクションはシンプルながら駆け引きがあり、カウンターや連携技で爽快感も抜群。さらに規模を活用した対戦型コンテンツも用意されています。探索はエリア製オープンワールド、山岳や湿地、洞窟など多彩な環境が広がり、飛行や水中移動が可能なマウント要素も搭載し、自由度の高い冒険が楽しめます。中国でのプレイヤブル出展やクローズドベータテストではグラフィックやシステムへの評価が非常に高く、特に規模の収集育成要素は中毒性が高いと好評でした。可愛いとファンタジーを融合させた本作は東京ゲームショウ2025でも大きな注目を集めること間違いなしの新作 RPG です。日本初私有なのでこれは遊ばないと次いつになるかわからないですね。続いて紹介するタイトルはみんなが待ち望んでいる無限大アナンタ。ブース1はホール6の C06。東京ゲームショウ当日の注目イベントは日本初お披露目となる私有を実施。私有時間は1人当たり15分。来場者限定ノベルティも配布されます。それではタイトル概要。無限大アナンタはネットイースネイキッドレインスタジオが開発する都市型オープンワールド RPG。 舞台となるのはカオスが潜む大都市神経市。プレイヤーは対カオス組織 ACD のエージェントとして活動し、街を探索しながら戦闘、生活、テクノロジーが交差する多彩な体験を味わえます。
戦闘はスピード感のあるアクションで環境を巻き込んだダイナミックなバトルが特徴。探索面では商業エリアから路地裏まで縦横無尽に動き回ることができ、マップ全体を生かした自由度の高い冒険が楽しめます。また都市生活パートも重視されており、 NPC との交流や日常的なアクティビティを通じて街に生きる没入感を得られるのも大きな魅力です。トーンとしてはユニークさとコミカルさが同居し、類似作とされるネバーネス・トゥ・エバーネスよりも明るくカラフルな雰囲気を持つのが特徴。リアルと幻想の両方を感じさせる都市描写と戦闘と生活の二面性が融合した新しい体験が期待されます。今回の東京ゲームショウ2025では日本初のお披露目となる15分の私有が用意され、最新ビルドを直接体験できる絶好のチャンスとなっています。これマジで大混雑すると思うので、いろいろお覚悟必要と思います。続いて紹介するのはリミットゼロブレイカーズ。ブース1はホール5の C03。今回で3度目の出展となります。東京ゲームショウ当日の注目イベントは9月27日土曜日15時から16時特別生配信が決定。カイト役の小林祐介さん、チオン役の遠野光さん、リズ役の田中あゆみさん、そして MC に佐藤ひとみさんが出演予定。さらにエルカ役の声優もここで初公開される注目の場となります。そしてタイトル概要。リミットゼロブレイカーズはビッグゲームスタジオズが開発するアニメーションハンティングアクション RPG、 iOS、Android、PC でのクロスプレイ対応を予定し、リリースは2026年を見込んでいます。7つの大罪や黒い砂漠を手掛けたスタッフ、日本のクリエイター、そしてアニメ制作会社マッパが参加する日韓競争プロジェクト。物語は封印を解く力を持つ少年カイトと仲間たちが神の諸行を目指す王道ファンタジー。ゲームは3人編成のキャラ切り替え式リアルタイムアクション。最新ビルドではスライディングやパリーなども導入され、共闘感ある大型ボス戦を含めプレイヤースキルが問われるアクション性へと進化しています。ブレイカーズ・アンロック・ザ・ワールドからのタイトル解明を経て、まさに限界を超える挑戦を掲げる本作。東京ゲームショウ2025では最新ビルド出展とともに新キャスト発表にもぜひ注目です。まだプレイしたことない方、ぜひ遊んでみてくださいませ。ニコニコ超会議からどこまでブラッシュアップされたのか気になるところです。続いてはネバーネス・トゥ・エバーネス。ブース1はホール5の C02。 東京ゲームショウ当日の注目イベント、スタンプラリーを実施予定。さらに15分間の私有体験が用意され、進化を重ねてきた最新ビルドを実際に体験できる貴重な機会となっています。それではタイトル概要。ホッタスタジオが開発中の超現実アーバンオープンワールド RPG ネバーネス・トゥ・エバーネス。舞台は謎めいた都市ヘテロシティ。アンリアルエンジン5と最新 RTX 技術によって描かれる街は昼夜で全く異なる表情を見せ、リアルと幻想が入り混じる独自の雰囲気を放ちます。プレイヤーは都市生活を再現した車や電車などで移動しつつ、超常現象や都市怪談に挑むバトルにも身を投じます。最大4人編成で繰り広げられるリアルタイムアクションはスキル発動ごとに派手なカットインやカメラワークが入り、アニメとゲームの境界を超える臨場感を演出。さらにマイホーム購入や店舗経営といった生活要素も盛り込まれ、都市で生きるリアルさと非日常の冒険が融合しています。直近のテストやゲームスコム2025出展を経て、描画やキャラ表情は大幅にブラッシュアップ。東京ゲームショウ2025では都市探索の自由やバトルの進化を実際に体験できる注目の機会となりそうです。続いてはカオスゼロナイトメア。ブース1はホール4の N08。東京ゲームショウ当日の注目イベント、人気コスプレイヤーいおり萌さんやえなこさんらが出演するスペシャルトークショーが開催。さらに私有体験やスペシャルステージも予定されており、大きな盛り上がりが期待されています。続いてはタイトル概要。本作カオスゼロナイトメアはエピックセブンで知られるスーパークリエイティブが開発し、スマイルゲートが運営を担当する新作 RPG。 対応プラットフォームは iOS、Android、PC でクロスプラットフォームに対応。2025年内のリリースが予定されています。物語の舞台は
宇宙を侵食する黒い霧カオスに覆われる絶望の世界。人類はカオスゼロプロジェクトを発足し、得意点の悪夢に挑み続けることを余儀なくされています。物語の魅力はキャラクターたちの表と裏の顔、希望を示す姿と内に秘めた葛藤が交差し、英雄譚を超えた人間ドラマを描き出します。ゲームシステムはローグライクとデッキビルディング RPG の融合。専用デッキを構築し、敵の行動を読みながら戦術を練る奥深さが特徴です。 2.5D アクティブカメラやアニメ演出による戦闘はカードバトルの枠を超えた臨場感を生み出します。事前登録はすでに100万人を突破。東京ゲームショウ2025では最新映像や私有体験を通じてその完成度を実際に確かめられる注目作です。絶望と絶望の狭間を描くコズミックループ RPG カオスゼロナイトメア。2025年のダークホースとして期待されています。ソーシャルゲームラボ。続いて紹介するタイトルはアークナイツエンドフィールド。ブース1はホールさんの N05。東京ゲームショウ当日の注目イベントは出演声優陣を招いたスペシャルステージを開催。さらに来場者特典として記念ガイドブック、私有特典や SNS キャンペーン特典も用意されています。ゲーム概要は大人気タワーディフェンス RPG アークナイツの世界をベースにしたスピンオフ作品アークナイツエンドフィールド。開発はハイパーグリフ傘下のマウンテンコントア。対応プラットフォームはモバイル PC そしてプレイステーション5となっています。舞台は未開の惑星タロ2。プレイヤーは管理人として目覚め、文明の残骸と災厄が混在する荒廃世界を探索しながら拠点を築き上げていきます。ゲームは 3D リアルタイム戦略 RPG。 4人編成のキャラクターを切り替えつつ多彩なアクションを繰り出して戦うダイナミックなバトルが楽しめます。探索では広大なフィールドを歩き回り素材収集や強敵へ挑戦が可能。そして本作最大の特徴が修正工業システム。拠点に工場を設置しベルトコンベヤーや送電装置を組み合わせて効率的な生産ラインを構築できます。戦闘、探索、拠点運営の3要素が絡み合いプレイヤーごとに異なる冒険が広がるのが魅力です。ぜひまだプレイされたことない方はブースへ直行してください。続いて紹介するタイトルはファイナルファンタジータクティクスイバリースクロニクルズ。ブース1はホール 3S07 スクエアエニックスブース内。東京ゲームショウ当日の注目イベントはスクエニブースで複数タイトルの展示に合わせたイベントが多数予定されています。特にドラゴンクエスト7で加納栄光さんをゲストに招いたスペシャルステージが注目を集めています。加納さん面白いからちょっと見てみたいですね。続いてはタイトル紹介。1997年に初代プレイステーションで発売され国内135万本以上を売り上げたシミュレーション RPG の金字塔ファイナルファンタジータクティクスが最新ハード向けにフルリメイク。タイトルはファイナルファンタジータクティクスイバリースクロニクルズとして2025年9月30日に発売予定です。対応プラットフォームは Nintendo Switch、Switch 2、プレイステーション4、5、Xbox シリーズ XS、Steam と幅広く原作の再現と新要素を切り替えて楽しめるクラシックモード、エンハンストモードを搭載。フルボイス化や UI 刷新に加え戦闘タイムラインの導入やジョブセット保存、戦闘スピード調整など現代的な快適さも加わっています。またファイナルファンタジータクティクスの特徴ともいえる仲間ロストシステムやラムザとディリータの複雑な人間ドラマも健在。さらにサンドノベル形式の短編完全ローカライズ収録などファン必見の要素も盛り込まれています。戦略性の高さ、命の重み、濃厚なドラマ性が備わった本作。約30年ぶりの本格リメイクとなるファイナルファンタジータクティクスイバリースクロニクルズは往年のファンはもちろん新プレイヤーにとっても必見の一本です。ぜひ余裕があれば体験してみてください。そして次のタイトルはモンスターハンターアウトランダーズ。ブース1はホール2の S03 レベルインフィニットブース内。東京ゲームショウ当日の注目イベントはレベルインフィニットブースでは複数のタイトルが展示され2件のイベントは毎年盛り上がっているのでぜひリアルガチャ見てほしいですね。モンスターハンターアウトランダーズは世界初私有となるので注目作です。
続いてタイトル概要。モンスターハンターアウトランダーズはカプコンとテミグループが共同開発するシリーズ初の本格スマホ向けオープンワールド狩猟 RPG。 対応プラットフォームは iOS、Android。 従来の拠点から狩り場へという形式を超え、森林、砂漠、沼地といった広大なフィールドをシームレスに探索。素材収集やクラフト、環境生物を生かした狩りといったシリーズ要素を受け継ぎながら、新たにキャラ切り替えシステムを導入。物語が進むごとに操作キャラが増え、それぞれの特徴を生かした戦い方が可能になります。最大4人で協力プレイも健在で、仲間と連携してモンスターを追い詰める醍醐味をスマホで再現。 PSP 時代を思い出すような手軽さと本格的な狩猟体験が融合しています。課金バランスの懸念はあるものの、リミスタジオの実績とカプコンとの共同開発は大きな安心材料。アウトランダーズはシリーズの伝統を残しつつ、新たなステージで挑む意欲作。東京ゲームショウ2025での世界初私有は狩猟ファン必見の注目ポイントです。やっと沈黙を経て細かい情報があまり出てこない中、ついにその実態が分かる時が来ました。どんなゲームなのか大変興味のそそるタイトルです。続いてのタイトルはブループロトコルスターレゾナンス。ブース1はホール2の C07。 東京ゲームショウ当日の注目イベントは来場者向けにノベリティも配布予定で私有体験を実施。ただし事前に整理券予約が必要となります。予約方法の詳細は公式ポストで案内されていますので、概要欄のリンクからチェックしてみてくださいませ。そしてタイトル概要。ブループロトコルスターレゾナンスは中国の僕らが開発を手掛ける新作 MMORPG。 バンダイナムコのブループロトコルをベースにライセンスを受けて再構築されたタイトルで、中国では2025年7月に正式リリース済み、日本サービスも年内に開始予定です。舞台は惑星レグナス。新たな種族やオリジナルの物語が展開され、アニメのように美しいセルルック調のビジュアルと釣り、クラフト、探索といった生活要素が大きな特徴です。まさに MMO の世界で暮らす体験を楽しめます。ただしグローバル版のベータテストでは賛否が分かれました。グラフィックや探索の自由度は高評価な一方で、ストーリーの単調さやスタミナ性、課金要素への懸念も指摘されています。東京ゲームショウ2025では日本向け最新情報が明かされる見込みで、改善の進捗や新要素の公開に注目が集まります。続いてのタイトルは7つの大罪オリジン。ブース1はホール2の N09。 東京ゲームショウ当日の注目イベントは有名ストリーマーによるチーム対抗戦や豪華ゲストを招いたステージトークイベントを開催。主要スペースも複数ブースに展開される予定で、かなり大規模な展開が予定されています。あまり今まで見たことのない感じの展開方法で、各所で7つの大罪オリジンの展開がされるみたいです。そしてタイトル概要。7つの大罪オリジンはネットマーブルが開発中のオープンワールドアニメーション RPG。 対応プラットフォームは iOS、Android、PlayStation 5、PC のクロスプレイに対応予定。リリースは2025年末。物語の主人公はメリオダスとエリザベスの息子であるトリスタン。舞台は時空が交差するブリタニア大陸で、平穏を取り戻すため壮大な冒険が描かれます。原作7つの大罪だけではなく、黙示録の4騎士のキャラクターたちも登場し、オリジナルストーリーが展開される点も注目ポイントです。探索では山登りや洞窟探査、水中探索、空を飛ぶといった自由度の高い冒険に加え、釣り、料理、クラフトなど生活要素も充実。時間帯や環境によるモンスター出現、謎解きギミックなども仕掛けられており、オープンワールド全体が深く作り込まれています。バトルは3種類の武器を切り替えながら戦うスタイルで、キャラ交代時のタッグスキルや固有スキルが戦略性を生みます。トリスタンの怪力やティオレイの飛行といったキャラ特性が探索にも生かされるのが大きな魅力です。アンリアルエンジン5による高精細グラフィックで原作アニメを美麗に再現しつつ、オープンワールドとして新しい物語体験ができます。
東京ゲームショウ2025の私有やイベントを通じて正式リリースに向けた期待がますます高まりそうです。続いては本チャンネルでは馴染み深いデュエットナイトアビス。ブース1はホール2の S01。 東京ゲームショウ当日の注目イベント、コスプレイヤーの東雲海さんが9月27日午前中にレベッカとして登壇し撮影会を開催。さらにゲーム私有や来場者プレゼントも用意されており盛りだくさんの内容となっています。そしてタイトル概要、デュエットナイトアビス通称デナービはフィローエンターテインメント傘下のパンスタジオが手掛ける高自由度ファンタジーアドベンチャー RPG。 リリースは2025年第4四半期に全世界同時を予定し、対応プラットフォームは iOS、Android、PC。 物語は2人の主人公の視点で描かれ、1人は親友と生き別れた月狩り人が再会を目指す奪還の旅、もう1人は帝国軍の若き隊長が裏切りと陰謀に立ち向かう戦場の脱出劇。それぞれの物語が重なり喪失や犠牲を伴う深みのあるストーリーが展開されます。ゲームシステムは全キャラクターがあらゆる武器を扱える自由度の高いアクション、近接と遠慮をシームレスに切り替え、スピンジャンプやスライディングを駆使して広大なフィールドを縦横無尽に探索可能です。さらに魔のくさびによる装備カスタマイズやランダム生成ダンジョンラビリンス、総力戦、体験型劇場といった多彩なエンドコンテンツも搭載。ドイツのゲームスコムを経て東京ゲームショウ2025に再び登場する本作。重厚な物語と自由度の高いアクションで正式リリースへの期待がますます高まっています。またキャラクターと武器オールフリーというガチャなしということもあってひときわ注目を集めているタイトルです。ぜひこの機にブースにてプレイしてみてください。ソーシャルゲームラボ。はい、今回紹介したタイトルを TGS のマップにマーキングした結果がこちら。ババーン、これ見てくださいよ。ホール5、6が熱いですね。無限大と NT 背中同士だから気にならないっちゃならないんだろうけど、こんな近くに同じような世界観のタイトルがあると意識せざる得ないですよね。これ向かい同士だったらもっと展開熱かったね。そして挟まるかのようにブレイカーズがいろいろ気まずいということで、もう間もなく東京ゲームショウ開催されます。今回紹介したもの以外にも注目作いっぱいあるので事前にどう回っていくか練るのも楽しいかと思います。大変混雑が予想されるのでしっかりとした暑さ対策と地べたに座ることもあるので簡易座布団か折りたたみ椅子などを持っていくと良いかと思います。ぜひ皆さん行かれる方は楽しんできてくださいませ。僕も当日参加予定なのでもし見かけたら気軽に声かけてくださいませ。ということで今回は以上となります。この動画参考になったという方はぜひチャンネルの登録と動画の高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。つまり、これで終わりってことね。